はい、皆さん、こんにちは。ケイスケの日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは、日本語を勉強しているみんなのために作られています。今回は N3 レベルぐらいのお話です。このポッドキャストのトランスクリプトは、バイミーやコーヒーにありますので、よかったらダウンロードしてみてください。はーい、みんな元気にしてますか？日本語の勉強はどうですか？新しい言語を勉強するのは本当に長い時間がかかりますよね。今日はみんながもっと日本語を勉強したいとかやる気が出たと思えるようなお話をしたいと思っています。少し長い話になるけど、コーヒーでも飲みながらリラックスして聞いてくださいね。さて、今日のテーマに入る前に、僕の最近の生活について少しお話しさせてください。前のポッドキャストで少しお話ししたんだけど、今月末、4月の終わりに今住んでいるコロンビアから別の国へ引っ越すことになりました。次は隣の国のエクアドルへ行きます。2023年の5月にコロンビアに来たから、コロンビアでの生活はもうそろそろ3年になります。コロンビアに来たばかりの時は、うまくいかないこともあったし、寂しいと思ったこともあるけど、今は毎日何の問題もなく生活をすることができているし、友達もできて楽しく過ごすことができています。そろそろコロンビアからエクアドルに引っ越す今の僕の心の中には、二つの違う気持ちがあります。一つはずっと住んでいた場所から離れる寂しさです。3年も住んでいると、家の近くのお店の店員さんと顔なじみになります。家の近くにあるコンビニの店員さんは、僕が毎朝コーヒーを買うので、僕がコンビニに行くと、おはよう、今日もアメリカンコーヒーだよね、って言ってくれます。最初は全然わからなかったバスの乗り方もわかるようになったから、スマホで Google マップを見ないでも行きたいところへ行けるようになりました。それから休みの日に一緒にレストランに行ったり、バーに行ったりできる仲のいい友達もできました。コロンビア国立大学では週に1回日本語会話クラブでボランティアをして、コロンビアの大学生と交流するいい機会を持つことができました。大切な人とのつながりができたので、ここから離れるのはちょっと悲しいです。でももう一つの気持ちは、まだ見たことがない新しい国への楽しみな気持ちです。エクアドルではどんな人に会えるかなとか、どんな美味しい食べ物があるかなとか、いろいろ考えると、すごくワクワクするんです。寂しいけれど、ワクワクする。これは僕が今からお話しするコンフォートゾーンという場所から外へ出ようとしているから感じる気持ちなんです。みんなはコンフォートゾーンという言葉を聞いたことがありますか？日本語にすると安心できる場所とかリラックスできる場所という意味です。コンフォートゾーンというのは全部のことが分かっていて快適に生活できる場所のことです。例えば、僕にとっての今のコロンビアでの生活がコンフォートゾーンなんです。毎日の生活は自分が知っていることだけで何も心配しないで生活できるからです。でも、コンフォートゾーンは楽しいことばかりではありません。
嫌なことでももう慣れてしまっているなら大丈夫。それもコンフォートゾーンになります。例えば、僕が住んでいるコロンビアのボゴタはいつも車の渋滞がひどいんだけど、もう僕はそれに慣れているので、早めにウーバーを呼んだりして家を出かければいいんです。ちょっと面倒くさいことでも次にどうなるか結果がわかっているから安心なんですね。でもこのコンフォートゾーンのすぐ外にはラーニングゾーン、つまり学ぶための場所があります。ここは新しい言葉を勉強したり、知らない国へ旅行したり、新しい文化を経験したりする場所です。注意していろいろなことをよく見たり、新しいやり方を試したりして、自分の世界を広くするための場所です。それから、そのラーニングゾーンのもう一つ外側には、マジックゾーン、魔法のゾーンと呼ばれる場所があります。ここはまだみんなが経験したことがない素晴らしいことが起きるかもしれない場所です。自分の大きな夢を叶えるための場所ですね。人間はこの外の世界に行かないといろいろなことが上手になったり成長したりすることができません。でも外の世界に出るのは少し怖いですよね。新しいことにチャレンジしようとすると心の中で二つの気持ちが戦い始めます。一つ目の気持ちは怖いからやめようよとみんなを元の安全な場所へ引き戻そうとする気持ちです。失敗したらどうしよう。他の人に笑われたら恥ずかしい。今のままの方が安全だよっていう不安な気持ちですね。二つ目の気持ちはあんな風になりたいなぁ、もっと上手になりたいなぁとみんなを外の世界へ引っ張るやりたい気持ち、モチベーションです。前に進むためにはこの怖い気持ちに勝ってやりたい気持ちを強くしなければなりません。そのためには自分の怖いっていう気持ちを隠さないで、ああ、僕は今怖いんだなって認めることが大切なんです。コンフォートゾーンを出たら、今まで持っていたものをなくしてしまうかもしれないと怖がる人がいます。自分が自分じゃなくなるような気がするんですね。でも、それは間違いです。外に出ても、あなたが持っている知識や経験はなくなりません。みんなのコンフォートゾーンがどんどん広がっていくだけなんです。変わるっていうのは何かをなくすことではなくて、新しいものをプラスする、追加することなんですね。このコンフォートゾーンの話、みんなの日本語の勉強にも同じことが言えると思いませんか？例えば、みんなが今、自分が 100% わかる、とても簡単な日本語のポッドキャストだけを聞いているとします。知っている単語だけを使って、絶対に間違えないような簡単な文法だけで、レッスンの中で会話をしているかもしれません。でもそれは、日本語のコンフォートゾーンの中にいるということです。安心できるけど、そこから大きく日本語が上手になることはできません。もしみんながもっと日本語が上手になりたいなら、コンフォートゾーンの外、ラーニングゾーンや魔法のゾーンへ一歩外へ出なければなりません。
僕はそう思います。例えば、こんなチャレンジです。いつも聞いている簡単なポッドキャストじゃなくて、少し難しいポッドキャストを聞いてみる。とか、自分が話しやすいテーマじゃなくて、自分が苦手なテーマについて話してみる。とかです。これは全部、コンフォートゾーンから外に出る素晴らしい行動だと思います。もちろん最初はね、自分が何もできない。うわぁ、下手だなーって感じるかもしれません。すごいショックを受けることもあるでしょう。でもね、それは当たり前のことです。今、新しいことを勉強しているところなんです。だから、うわー、できない。自分はダメだ。と思う代わりに、新しいことを学んでいるんだ。すごい。って自分を褒めてあげてください。でも、もし疲れてしまったり、私には無理だと思ってしまったら、どうすればいいのでしょうか。その時は少しの間だけコンフォートゾーンに戻ればいいんです。簡単な文法を復習したり、好きな日本のアニメを見たりして、自分ができることを思い出してください。日本語を勉強したり、使ったりしなくてもいいんです。ちょっと休んでもいいんです。ね、コンフォートゾーンに戻って、簡単な勉強や簡単な会話をした後、あ、俺こんなに日本語がわかるんだ、という気持ちを思い出してから、また外の世界にチャレンジすればいいんです。急がないでいいんです。はい。ということで、今日はコンフォートゾーンからラーニングゾーンに行く大切さについてお話ししました。僕もこれからエクアドルへ引っ越すことで自分のコンフォートゾーンから飛び出します。最初はスペイン語の違いに困ったり、慣れていない場所で道に迷ったりして、はあ、コロンビアの生活の方が楽だったって思うこともあるはずです。でも僕はそれが学びになると信じています。みんなはこれからどんな新しいチャレンジをしてラーニングゾーンへ進んでみたいですか？今週は今まで得意じゃなかった漢字を10個覚えるでもいいし、日本人の YouTube のチャンネルに日本語でコメントを書いてみるでもいいですね。ねえ、みんなの次の小さなチャレンジをコメント欄で教えてください。今日のポッドキャストが少しでもみんなのやる気につながったら嬉しいと思っています。はい、じゃあ今日はここまで。いつも最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。バイバイ。